ゆうちゃん見て、わさび。これみんなわさびだよ。1400円ぐらいの定食。これにしよう。あ、でっかいね、お城。お、またこの階段か。まあちょっとね、この後はご飯探しに行こう。よし。じゃあこのままこの後は縄手通り。この先信号1個2個先3個ぐらいかな。だと思うんだけど、まあちょっとふらっと行ってきます。ゆうちゃん見て、あそこに小さいお城があるよ。本当だ。これはカフェかな。なんかすごいおしゃれだね。高級そうなカフェ。なんかおしゃれなとこ多いね。あ、面白い。すごいね。うん。まあでもさ、お昼時が過ぎてるから意外と空いてるんじゃないの？だといいけど。だからパパは勝手にそう思ってる。あ、あっちはそこはあれかも。おそらくここからが縄手通り。夜柱神社だって。へえ。ほら、そうだね。へえ。このカエルのこれなんなの？わかんない。あ、ほらいいんじゃない？なんか雰囲気。カエル。ガマガイ。カエルの町だって。へえ、カエルの町。ほらパパってカエルに似てるじゃん。この辺は何かを買うって感じだね。なんだ？食べるっていう。お土産屋さんとか。わかんないけど。カエルの置物多いの。ね、カエルの町って書いてあるから。あそこもカエルだったじゃん。ゲロゲロのとこ。ゲロ？ゲロ温泉、そうそう。宇宙堂だって。アマテラス大神、4柱だから4人の、神様が祀られてるんだ。ね、4柱。神結びの神。で、この縄手通りは意外とこの先もまだ少しある。あ、トントンいっぱいだね。こんな感じ。たい焼き。これいいじゃん、これ。二宮カエル。勉強してるよ。たい焼きだって。たい焼きアイス。チョコ？チョコある。だってチョコあるよ。他に。パパはあんこにする。そういう手焼きだから、ほら。カスタード。天然たい焼きだって。いただきます。いいよ、ゆっくりで。これの向き変えていい？足から食べる派だから。尻尾から。あ、なんかすごいね、でも。なんかここちょっとレトロな感じのたい焼き。ここはパリパリしてるよ。パリパリしてた？うまいね。わあ、焼き鳥いいな。すごいね。伸びちゃう。ナタとか売ってる。ローカルな街や。ね。お隣と一緒。まだやってますか？3人です。ちょっと気になるよね。入れた。お、すごいね。何食べようかな。パパはもう鍋焼きうどん。今日は汁なし担々うどん気になる。松本だけ来てないのか。そうかな。やっぱ海外の人多い。多い。圧倒的に多い。前だってさ、来た時こんなにいたって感じね。わさび農場とかさ。いない。行った時はいなかったかもね。美味しそう。いただきます。ママのそれ担々？汁なし担々うどん。いただきます。うん、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 おふ。ね。パパはジュゲムうどん。とろろ昆布とか。また食べ。持ってかこれ。
なんかピリッとした。結構食べてたのピリッとする。はい、今ねうどん屋さん行ってきました。美味しかったよ。担々麺、汁なし担々麺。いやパパの方も美味しかったよ。でもピリッとして辛かった。ジュゲームうどん。いいよ。とろろ昆布ね。あととろろね。昆布ね。ああいう系が好きな人は好きな味だと。なんかすごい面白いね。こういう家が並んでるって感じ。そう。お店か。でこのうちの一軒とかね。うん。いいんじゃないの？ちょっと今日はローカルな旅で。ね、ローカル旅。寒い、風出てきたよ。うん、少しね風が。寒いよ。すごいローカルだったね。うん。なんか良かったよ。お店もこうしんみりして、ママがむせたらすっとねお水をくれる店主さんだった。シュッ。ここ行ってみようか。夜柱神社。いいするよ。お邪魔しますって。ママ今お辞儀してたじゃん。ここはあれがあるね。うん。うんうん。パパの手も流して。冷たい。もう流して。はいどうも。御朱印もらうか。あれもらう？いあるよ。やもらっとくって。うん。全国制覇とはまた違うからあれかなと。あ、ハトさん見て休憩してる。休憩中のハトポッポ。うちは昔山形で鳩に囲まれて逃げてて。こんなのあるんだね。願い串。優勝指名を書き箱に収めお入れください。やる？うん。翌朝願い事の最初。じゃあ3人だから600円。待って。あ、なんかいっぱいある。そういうことか。選ぶんだね。これはまず600円入れて。じゃあ600円。はい、600円入れてください。じゃあ僕も取ります。ママ何にしようかな。パパは生姜半量。もちろん。ママ何にしよう。旅行安全、交通安全、あんちゃん。子だから学問。これはねちょっとね。わはい、ここにね記載したやつを入れます。パパは商売繁盛。何の商売かわからないけど。よし、ちょっとね見えない。はい、皆さん入れましたか？入れました。ここのはねちゃんと書いてもらう。久々になんか書いてもらう。ね。1年ぶりだ。5月1日だから。こっちも。福井。金沢。金沢か。って書いてあるよ。いやこの間秋田行ったからねそれを貼らなきゃいけない。そうそうそう。じゃあ行きましょう。はい、で今ですね御朱印書いていただきました。ここあれだったよね。お気持ちで。そう、料金をお気持ちで。料金お気持ちで。今までないよねそんなの。ないね。初めて。初めてだ。定めておりません。お気持ちでよろしくお願いします。難しいところだよ。難しい。お気持ちだから。お気持ちだから人によって変わっちゃう。やばい。これして騙しました。場うちはね所によるけど3人分のお願いをしてるんで300円の3倍で900円でまず大体1000円ぐらいと。この時計すごいおしゃれ。松本って結構建物がおしゃれね。これもなんだろうな。お、博物館ね。何の博物館だ。すごいね。松本城この山々ですごい囲まれてる。多分昔の時代に見たらすごい綺麗だったんだろうね。まあ、今のところが多分城下町みたいになってたのかな。わからんけど。よし、とりあえずね車に戻ります。とりあえず今ね出発。いや松本ね結構人気観光地だったね。全然マイナー旅にならんかった。メジャーだった。ローカルじゃなかった。そうだよ。まあでもご飯屋さんとかはねちょっとこうやってるかやってないかわかんない雰囲気の感じの店だったけど、
すごい良かった。あの通りも良かったよね。でしょ。縄手通りで、全体通してこの松本の町、さっきの大王もそうだけど、大王わさび農場もそうだけど、本当に海外のお客さんが多い、インバウンドなんだなっていうのがね、このね長野県、白馬もそうだけど、こういうところでもすごい感じる。まあ逆に言えばそれだけね、そういう人たちからすると魅力的な街ってことだよね。で、この後はですね、まあ今日はねもうどこでもいいので温泉入って買い物もねちょっとしなきゃいけないので、今合わせてね探していたら、どうやらねここから 1.3 キロぐらいのところに日帰り銭湯、湯の花銭湯というところがあって、そんでそこの銭湯の真横に釣り屋がある。ただあの釣り屋なのかわからなかった。釣り屋じゃない、釣り屋って書いてあったから、多分そうだとは思うけど、だから買い物もできるしお風呂も入れるっていう感じかな。でおそらく駐車場もだだっ広そうだったから、まあ行けると思います。まあそんな感じで、もうすぐねお風呂入って、それ買い物行く？買い物行く。どうしようか。買い物行ってからお風呂にね行こうかなと思います。なんか多分これの前方の右側に見えてくるはずなんだけれども、どこ？あの辺かな。なんかあれ駐車場っぽいよね。青木とかです。あの辺だな。あ、この辺か。あ、鶴屋だね。あの鶴屋だね。あ、大変。ここ右折禁止じゃん。回ってこなきゃ。はい、ということで回ってから向かいます。とりあえず買い物と温泉に行こうかな。まずは買い物。これやってんだよね。もうやってるっぽいな。はい、激混みの釣り屋。釣り屋北区。なんかいろいろ買ってきた。肉。タコ。これでもなんか焼き鳥もわさびで食べても美味しそうだなと思って買った。完全に今日あれじゃない。わさびパーティー用で。わさびパーティー。そうだね、お米も久々に買った。なんかね、お米に合う、鰹節とわさびみたいなやつあったよね、醤油と。わさびは違うよ。醤油ね。あ、そう。それ用にお米炊こうかなって。まあ、とりあえずね、冷蔵庫入れて、一旦温泉行ってきます。無事に温泉行ってきます。車内に戻ってきました。なんかママたちはね、まだドライヤーしてないってことなんで、ドライヤー車内で。パパは、すべて終わって、もう眠いです。ふーちゃん、今日の温泉どうだったの？楽しかった。今日楽しかったの？パパは、シャワー入って、その後、中のお風呂下入ってないから、いっぱいあったのか知らないの？すごいいっぱいあったよ。で、外にも5個ぐらい。中は5つのお風呂含めたらね。はい。まあそんなこんなでね、今日はもう別にやることないんで、ゆっくり過ごします。で、ドライヤー終わったら、後からね、車中泊できるとこ行って、で、ご飯食べたりとか、まあちょっとね、車内でゆっくりしようかなって思っております。はい、出発前にね、ご飯炊くから、お米だけ吸わしとくという、水にね。どれだけ食べる？普通に食べるから15、まあマックスでいいんじゃない？マックス 1.5 合だよ。だってうーちゃんなら食べるでしょ。2000枚って難しいよね。これ久々にこの炊飯器出したかもしれない。これが1合でこっちの分量に水入れれるのか。こんなもんか。こんなもん。1.5 合ね。同じ。1回だけすすぐ。水足りるかな。一応1本まだ入ってるよ、トランク。よし、これで移動中吸わせとこう。
日は天気予報によってちょっと天気が違うから、ウェザーニュース見たらなんか雨だったのが曇りに変わってんだよ。多分行った先が雨なのかな。この辺までなんだ。多分下っちゃうと雨なのかも。昨日は、ね、秋田の時と一緒になっちゃうよ、田沢湖みたいに。そう変更した。変更したらしたらこれは合ってる。ちょうどこっちで合ってる。岐阜寄りの方に行っちゃうと明日はなんか雨マークっぽい、この辺はねなんか雨じゃなかったの。多分あれなんだろうね、あっち側が雨になっちゃうんだろうね、雨の中観光するのはちょっと大変なので、秋田の再来みたいになっちゃうから、今日行った道の駅方面に向かう感じ。そうだね。明日も帰りに何かその辺でね、ご飯とかだけでも食べれればでもいいし、ゆっくり過ごすでいいんじゃない。雨の日は特に。なんかさ、ワインのあれあったよね、大王わさび農場行く道中。あったようななかったような。でもさ、大王わさびの通りにそういえば蕎麦屋さんあったよね。あった。すげえ人気な蕎麦屋さん。そういうの行ってもいいよね。明日はそんな感じにしよう。帰るだけっていう感じにしといた方が気が楽かな。で逆に今日は着いたら着いたで少しゆっくりできるように夜の方がやっぱね、せっかくねキャンピングカー乗ってるんで、キャンピングカーってやっぱ居住性がねすごくいいんで、その辺をフルに活用しようかなと思ってます。とりあえずねちょっとね向かっていきたいと思います。今回さ、これローカル旅やってみて思ったけど、意外と難しいよね。ローカルがどこなのかよく分かんないよね。自分たちの中ではあんまりここ行ったことないし、そんなになんか調べても出てこなかったみたいな場所にさ、今日とか行ってみたけどさ、実際めっちゃメジャーっていうかめっちゃ人いたじゃん。4,5 年前はそんなことなかったのかもしれないけど、今はなんかさそういうような感じになっててさ、この辺はさちょっとさ、やっぱ動画見てもらってる人にさ教えてもらいたいよね。この皆さんの中でのローカルなおすすめだよみたいな場所があったら、ぜひねコメント欄で教えてもらいたい。なんか初めて行く場所って基本王道ばっかりになっちゃうんじゃない？やっぱりそうそれもあると思う。何回か行ってみて、こんなとこあったんだのローカルが出てくるんじゃない？初っ端からローカルはなんか割と難しいのかもしれない。そうだからこそちょっと知ってる人に教えてもらいたいなって一個思ったのが、なんか食べ物を探す旅でもいいよね。これ食べに行く旅みたいな、もうその一点縛りじゃないけど、目標はそれだけみたいな。今日だったらわさびじゃん、そんなような感じでなんかこうフグ食べ行くとかね。でなるべくせっかくに行くから安く収めたいっていうね。で美味しく食べれるところを探すみたいな。前にさどっか行ったけどさ、行った出先でフルーツ屋さんみたいなとこ、あれもなんかローカルじゃない？新潟のね。新潟か？若い女の子にメニュー聞いてどんどん採用してったらすげえ量になっちゃったっていう。でもあれもさ地元の人しか知らないローカルなお店じゃない？ああいうとこだよね。ああいうところを行く旅がしたい。さてテーブル出します。こちらです。ニューテーブル。真っ黒の机。ここは一緒だからね。なんだってここがでかくなったんです。これがマジでいいよ。これ基本的には前のテーブルと一緒。このスリットとかもね。でも今回のはここにスリットがないんだよ。ここあんま使わなかったよね。でうちは今回ここのスリットをやめて、その代わりにこのねカップホルダー、本当はね、内径 73mm のものがついてるんですけど、ちょっとこれねお願いして 80mm に変えてもらってます。でこれね H&G ファクトリーさん作ってもらってるんですけど、今後ねオプションで 80mm は可能ということでコメントいただいております。これなんで 80mm にしたかっていうと、スノーピークのステンレスマグ300ってやつね、ちょっと分厚いやつです。これでさえこんな感じでフィットして入ります。さすがにねこの取っ手の部分を畳んでなきゃいけないけど、これほら持っても厚くないやつだからすごい便利。
あとね、缶クーラーもそのまま入る。ほら、缶クーラーはねそのまんますっぽりはまる。これマジ便利。これをね2つつけてもらいました。ここも浅くなった。うん、少しね。でここはね標準のこのボーンの標準なんで、ここは普通の缶とか入るから、これはこれで使いつつって感じでやります。はい、じゃあご飯炊きましょう。こっちで炊いちゃう。まあ別にいいよ、どこでも。ここでやる？うん。はい、ご飯ね先炊きます。久しぶりだな、壊れてないといいけど。確かに使えるよね。ご飯米を吸ってるね。うん。これ動いてる時はシンクのところに入れてたから。よし、いくよ。何分とか出ないんだよねこれ。え？そうだっけ？出ないよ。出なかったっけ？出ないよ、ずーっとこれで、あと何分ってところで出るから、総合的な時間出ない。まあじゃあいっか。じゃああとは頼んだぜ。多分2、30分ぐらいかな。うーちゃん何やってんのそこで。うーちゃんちなみにそこカーテン閉めれるの知ってた？これ？そう。知ってるよ。ただ閉めれないから。閉めとく？まさかのそれを使ってたの？サブテーブルでやってたの？そうだよ。閉めてください。うーちゃん勉強ルームだよ。あ。うーちゃんマイルーム閉じました。この時期はまあいいよね。それでも夏それやると暑いからね。冬やったら寒いし。あまりにもうちがそこ汚いから隠すために。ママのお手製。純正品みたいでしょ。わさびの葉っぱ。わさびリーフだ。食べれるの？だって食べるやつじゃん。無味だね。ピリッとかもないの？うん。ああ、うん、若干するかも。うん。後の方から来るわ。洗わずにそのままお召し上がりいただけますとか、神様です。わさびリーフ。わさびリーフ。今日はシンプルなサラダで。フルドインそうだね。北海道タコって書いてあった。わさびここに全体的に置けばいい。うん。あ、でもあれか。わさびはわさびで。今日の肉はこちら。400円のネギマと400円のももと1個だけ高いんですよ、ヒレ肉。ただもうこのヒレ肉はわさびに合わせるもうため、もう、ね、主役みたいなもんなんで、わさびのために買いました。合わないわけがない。うーちゃんご飯炊いてるから美味しいよ。柔らかい。めっちゃうまそう。見なくない？関東に住んでると、ね。四国産ってこの後スリスリしないでね。
あ、もうスリスリしてよかパパ。ちゃちゃんだ。使用後さっと水洗いをし。水洗いでいいの？あんまなんかガシガシやると剥がれちゃうらしい。で肝心なわさびはここにいます。本わさび1本1400円。でもこれ立派だよね。うん、ご立派本わさび。この間スーパーで1000円ぐらいで買ったけど全然こっちの方がすごい。わさびはよし。剥ぐだけ剥いじゃっていいから周りの茎を外側から1本ずつ丁寧にむしり取ります。ご飯炊けた。むしり取りました。このカットしたとこからすればいいんでしょ？そう。全然すりやすい、これの方が。この間買った100均のあれとは全然違うね。あ、匂いがいいねこれ。ひれ肉も柔らかく。お肉。あ、すげえ滑らか。うん。結構水分量があれだね。お肉のところにあれも入れるか。詰めて。焼き鳥。花火？こっちか。花火？違うな。花火。花火上がってる。ほら。本当だ。花火だ。すごい。最高じゃん。上がった。花火綺麗だよね。反射してんのか。車でやるのは楽しいね。なんで花火いきなり上がったんだろう。なんだったのね。今日街のなんかあったのかな。あ、違う。急に止めた駐車場でまさかの花火。よかったんじゃない？こっち来て。ね。あ、すごい綺麗じゃん。うん。音迫力すごいよ。ほら。あ、これで終わりじゃない？これで出てきたらどうしよう。あ、終わりましたの合図。あ、本当だ。よかったね、花火見れて。やったー。ね、閉めるよ。はい、じゃあご飯作ります。まさかじゃん。イエーイ、花火。なんか大砲みたいな音がどんどん聞こえると思って、ね、花火って言ったら本当に花火だ。ということでね、パパはこれからわさび労働に戻ります。たまたま僕は端っこの方がいいかなと思って端っこに止めてたら目の前が花火だった。綺麗だったよね、でも。でもこの時期で花火上がるんだね。空気澄んでるから綺麗。パパが吸ったわさびです。どうやらあんまり辛くないようですが。労働。あ、そうだ、ご飯ができたからご飯、一回ねオープンザ炊飯器しないと。じゃあ行きます。はい。オープンザご飯。おお、すごいね、ちゃんと炊けてる。これをかき混ぜればいいみたいなんですけど。あ、うーちゃんわかる？うん、こうやってかき混ぜるっていうか、こうやって上げたり下げたり混ぜる。ちょっと待ってね。縦にこんな感じ。そう。はい。そうやってね、ちょっとずつ動かしていくのが楽しいですよね。指名された仕事はちゃんとやらないとでしょ。そうだよ。うーちゃん、今日のお手伝いはご飯。ちょっとご飯柔らかめ。じゃんこ入れて。同時にね。炊飯器止めるの？ここでいいんじゃないの？パパは？パパいっぱい。いっぱい？ママは？ママはちょっと。うーちゃんは食べれるだけ。じゃあうーちゃんは一回中ぐらいしとこう。これ。次ママ。一杯にたくさん入れるぐらいですから。これぐらい？
もうちょっと。もうちょいか。カバはいっぱい。本当にいっぱいやるよ。ほい。まずこれでしょ。これでしょ。それではまたちょっと焼いてます。煙たいから換気扇も回して。パラ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 またまた。もっともっとの作業ですそれういちゃんか。ね。うーちゃんお試しサイズだか今日はね、ギネス。珍しくギネスです。もうね入れたんですけど、なかなかの泡泡です。ママはこっちのなんかビール。リビール的なやつ。多分。よし、じゃあやっちゃおう。サラダはわさびリーフがこれ。わさびベビーリーフ。もう全部わさび尽くし。でわさびの買った、うんダイオノジュで買ったドレッシング。ら。わさび大好き。とりあえず乾杯しますか。はい、はい、じゃあ守ってください。お久しぶりではい、す。じゃあ乾杯。バイ。うまい。いただきます。わさびどこ置こうか。じゃあそれにさわさびと醤油をさ。そのわさび入れないそうでね。こうやってやるんだよ。一旦わさびそれぐらいでいい？こんなもん？うん。じゃあ食べます。いただきまよし、じゃあいただきます。す。うまっ。うまいわ。まあ辛さは感じないよ。うまいわ。それうちゃんそんなに入ってない。美味しい。わさびの辛みとかじゃなくて、うん。わさびの香りが、何これ。鰹節とめっちゃグー。めっちゃうまい。お肉いただきます。美味でございます。うまっ。サラダ。このご飯マジうまい。あ、鼻にツンとくる。辛くはないんだけど鼻にツンとくる。サラダは要注意しないと。わさびうまっ。わさびつけてのねぎまさん。美味しい。美味しいわさびって辛くないんだよ。そうなの。砂糖のご飯はものすごく便利だけど、やっぱ炊いたご飯は美味しいな。見て食べる可能性ある。ちょっとだけあるけど。あとちょっと。うっちゃんもいいや。こんなもん。珍しい。あ、じゃあ少しだけ入れて。じゃあ入れる。ここに入れてくれる。ね。信州りんご果汁 100% で。一回ママ飲んでみて。いや、美味しいよ多分。美味しいって多分言うよ。わーい。酸っぱいの？酸っぱく。甘酸っぱいから。本当に？少し甘酸っぱい。でも甘いが多いから。酸っぱさゼロ。インチキレビュ酸っー。ぱさゼロ。インチキレビューのうーちゃん。あれよ。ちょっと加工されてるから美味しいけど、やっぱこっちには勝てないんだよ。これ代用のわさび。同じぐらいつけて。チューブの方ね。ツンとくる。これはこれで美味しいけど。うん。なんか砂糖を入れ、これも砂糖つけてすると辛みが増すって書いてたよ。え、そうなの？うん。確かにこの本わさびは辛みは薄いかも。だからこっちには砂糖と食塩とか入ってるからより辛みが増してんじゃない？このぐらいのタコにこれぐらいわさびを乗っけたとしても全然食べれる。まあ、結果どっちのわさびも美味しい美味しい。美味しい。こっちはただ子供が食べれるよね。それぐらいね平気。こっちはやっぱ大人だね。大人の味のわさび。ツンとするから。いただきます。冷たい。甘い。手で温めようかな。ツンとする。よし、じゃあパパはお酒飲まんかね。こういう柄でもいいよね。
ことだ。立ち飲みになっちゃってる。その顔、だってその顔面白いもんね。ママ映してもママ動物園のパンダみたいなもんだって。じゃあうーちゃん、そうそう、うーちゃんが本当のパンダだよ。ほら。カシン。親子パンダだよ。ほら。机いらないんだったら机どかそう。だってどうやって食べる？何を食べる？何を食べんの？しょうがないパパ。タケノコのさと一緒に食べる？タケノコの里はちょっと。うち使わない、使ってないじゃん。焼きやすいようなものが立っているように見えます。スタッフに確認してもらうと怖いと言われ、やっぱくしゃみって怖いですよね。肋骨いったり、本当腰やっちゃったり。はい、皆さん、ワッツアーバンバー翔太でございます。現在はですね、アメリカアリゾナ州。はい、今ね、上のベッド作って、あとは寝るだけです。あ、ジョージがなんかかわいそう。嘘でしょ？ちなみに物を下ろすとこんな感じです。わあ、よかった。よし。でも、あ、OKね。はい、じゃあうちゃん、おやすみ。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ぜひインスタも見てください。では、バイバイ、おやすみ。おはようございます。外曇りかなと見せかけて、結構な雨雲が上に。さっきからね、降ったり止んだりです。まあ今日は特にね、もう予定もないのでゆっくり過ごしてから帰ります。聞こえるかな、この風の音結構する。なかなかここが整理できなくて、ここはねやっぱぐちゃぐちゃするんですよね。これでもだいぶ綺麗にした方なんだけど、もう一個ねちょっとこうケース買おうかなって。今度あれでしょ、ケースでごちゃごちゃになるんでしょ。ホタテはやっぱこの辺がね一番収まりがいいから。パパも食べた。買ったやつね。今日のコーヒーはこの中から。何にしようかな。水沸かしたよ。抹茶。いいカフェだって。いただきます。これで。蜂蜜とチーズだから。鶴屋オリジナルパン。するやつやっぱその中の。長野なんかね。さて次はどこ行こうかね。次の旅はじゃあ次奈良行く。奈良でも行ってみたいよね。見てみたいよね、あれ。平等院鳳凰堂。それでも全国制覇旅やな。関西は？そうだよ、関西ね。全国制覇旅はね、関西次ね。関西か四国か、まあ半分残ってるからね。北海道も半分残ってるよ。じゃあ出発です。目の前は菜の花が綺麗だったわ。雨がやっと止んで風が出てきた。寒いよねちょっと、風が冷たくて。山近いからかな。で今日はもう帰ろうかなと思ったんだけど、この近くに5キロぐらい先かのところにもうほんとローカル、なんか人面岩とかいうのがあって、本当に人面なのかと思ってちょっと行ってみようっていうことになった。雨だったら行くのやめようかなと思ったけど、雨も止んだしちょっとまあ近いし、車で10分ぐらい。車が通れるのかっていうのがちょっと微妙な。車がっていうかキャンピングカーがかたどり着けるのかさえもわからない。とりあえず行くだけ行くみたいな。
ちょっとダメだったら U ターンする。ここ最近ずっと天気があんまり良くないから。でもさ、桜が咲く時期のこの時期はいつも雨降るよね。なかなかね、もう数年花見っていうものしてないような気がする。まともにね。ここや1キロ。でもこの辺晴れてきたじゃん。中央口、入り口がまた違うんだ。行けるの？なんか急にここ入りましたよ、この緑の。緑入るの。グレーマーク。最悪公園の駐車場？ちょっと遠いの。結構歩くかな。この先に今でもこれね、ナビしてるのは手前なんだよ。これがちょっと先なんだよ。ゴールが手前になってんのね、そう、今。手前にしたの。なるほど。なんかナビがバグるから。ほんでここまではだから来れるんだよ。ここまではね。この先が分かんない。この先が分かんない。大丈夫？あ、でもほら。あ、これじゃないの？これ入れる？わお。どうする？置き道。枝です。ああ、ここが駐車場なのね。前向き駐車しか書いてない。で、あっちにグーって出てくんだ、多分。ここで一回あれか。わお、すごいとこだねこれ。ね。ここから進入も車禁止で、ここに橋があるから、多分それで向こう行くんだと思う。ちょっととりあえず行ってみます。目の前が川？秘境でしょ？はい、ということでね、今無事に到着したので行きます。多分ね、ここを渡る。うわここは川が下に流れておりますね。ここね、車両の進入禁止です。猿がいるらしいよ。すごいね。綺麗だね。この辺上流ってこと？割と。かな。発電所かな。でこの橋の下の多分ね、あの辺だと思うんだよね。バルコニー。うわー、でもあの辺すごいね。あ、それじゃないの、バルコニー。わお、これがバルコニーですね。人面岩。あれか。人面岩。どれ？あれだ。多分これもうちょっと下を降りたら見えるんだと思う。難しいけど。あれ人面岩らしい。あれが人面岩。なんか女の顔に似てる。本当に？女の人の顔に似てる。こんな感じで写真撮ってる。はい、ということで秘境でした。秘境でした。はい、中の奥にもまだちょろちょろあるみたいなんで、奥も行ってみます。こんな感じで川が続いてます。こんな感じのね、バルコニーとか見える。すごい綺麗だよね。よし。
ということで一旦車に戻ります。人面岩もね良かったけど、この川がすごく綺麗なんで、なんかね夏場はねもう少し下に降りて遊べるところもあるみたいです。なかなかびっくりするものが、鐘を鳴らして熊に逃げてもらうための道具がありました。冬眠明けの怖い。はい、ということでね、今人面岩行ってきました。なかなかね行くことないローカルスポットということで、こんな奥地には行かないからね、安牌な旅しかしないと。もうねダメだったら U ターンして帰るぐらいの勢いの場所です。はい、これからもねちょっとねこういうねローカルスポット旅をねまたね続けようかなと思っております。はい、ということでね、今回ですね、この長野県安曇野市周辺のねローカルスポットと秘境旅っていうのをね続けておりました。前方見てもらえると分かるんですけど、すんごい絶景のとこです。はい、雪もねもちろん綺麗なんですけど、長野はもうこういうね、雪がないシーズンでも観光地としてね、僕は好きかなと思っております。今後もですねこのローカル秘境旅ではこういうね場所に行ったり、あとはね全国制覇の旅でちょっとね行けなかったところを行ってみたりとかね、そういうのもね続けていこうかなと思っております。なんかどっか行ったついでにとかいうのもあるのかもしれないね、イベントのついでにとかさ、休みがあったりとか、そういうね時にねちょっとやっぱもったいないからねフル活用しようかなと思ってます。はい、ということでね今回ですねこの初めての秘境ローカル旅でしたが、ぜひですねこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。さっきのヤギさんちょっと見づらいな。ヤギさんいるよ。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。